お前みたいな三流大卒はうちに不要なんだよ。もう会社に来るなって何回言ってもわからないのか。わかりました。帰ります。ここは IT 会社？俺が保守していた取引先銀行のシステムがバグを起こした。部長は俺が取引先銀行の金を抜き取ろうとしたのではないかと濡れ衣を着せ、首を言い渡してきたのだ。福田は金に困ってやったんだろう。三流大卒でペーペーなお前がまともな給料もらってるわけないもんな。女に貢いだのか？そうだろう。絶対そうだろう。そんなことしません。絶対に違います。犯罪ですよ、横領は。そんなことできません。俺が何と言おうともずっと犯人扱いしてくる部長。何を言っても聞き入れてもらえないので、俺は仕方なく会社を去ることに決めた。ある称賛を胸にしまったまま。俺は福田大輔。三流大卒業後から IT 会社に勤めている34歳だ。よりによって今日は俺の誕生日なのだ。プログラマーとして長らくやっているので、昭和親父の取扱書は持っていない。自分の親父ですら怒鳴ったことがないのである。怒鳴って瞬間沸騰湯沸かし器のように閣下している男は部長の戸塚海。普段からザ・昭和な生き様を武器に怒鳴るのが趣味なのかと思うような人物だ。怒り狂うのは今日が初めてではない。赴任初日から大砲のような怒声を浴びている。前任の部長は物静かで理論的で学者のようなタイプだった。天と地の差ぐらいあるので、企画開発部門フロアの全員が凍りついたのだった。俺の仕事は簡単に言うと、システム企画という開発部門に所属している。本社や支店の取引先銀行とのシステム化構想や、メーカーなどの取引先との共有システムの構築や、トラブル対応の窓口を AI 判定で学習させるなどのプロジェクトチームにも参加している。自分の仕事上のシステムはなるべく効率化させて、チーム内で困った時の対応に積極的に修正やバグ探しをしていた。三流大であるからこそ、ひたすらプログラミングの修正技術を磨いたのだ。資格もプログラム関連なら誰にも負けない自信がある。取引先とも自社の社員にも頼りにされるようになっていた矢先だった。畑違いの営業部門から戸塚部長は移動してきた。適材適所からは的外れで、IT はおろかスマホすらまともに操作できないと聞いている。なんか苦手だな。うまくやれるかな。俺は隣の席にいた先輩から今度の部長はどういうタイプか情報を得ていた。営業推進部の部長で足で勝負してきたタイプのようで、大体の時間を外回りメインに考えているような人とのこと。朝一番に来て終電で帰るのが美学とか言っていたらしい。先輩マジっすか？体育会系の上司は嫌ですよ。先輩もそうだろうそうだろうとうなずく。半ば諦めているようにも見えた。俺は要領よくこなし、その日のタスクはその日のうちに、ノルマは期限内にきっちり計画通りに進めるタイプだ。トゥードゥーリストを朝一で作成して優先順位をつけるやり方が一番効率良いと思っていた。福田、企画書は終わっているのか？部長はすぐに化色の違う俺をターゲットにしてきた。この部長に効率なんて無意味なようだ。優先順位の話も通用しないのだ。提出期限は明日ですが、何か問題でもございましたか？進捗を聞いてんだ。できているのかできていないのかはっきりしろ。淡々と仕事をこなし、いつも暇そうに見えているようで、すぐに進捗、報告とつついてくるようになった。暇ではなく、順番通り淡々と仕事しているだけ。隣の席の先輩は動き回る人で、慌てたり声を荒げたりするので、めっちゃ忙しそうに見えるので、
それと比べられているようだった。先輩はいつも仕事がアップアップで納期遅延しそうになるとよく泣きついてきた。だから仕事を一生懸命しているように見られ、冷静に対処する俺はお手すきに見えてしまっている。部長は学歴にも口を出すことが多い。福田、お前はどこの大学卒だ？中部県立大学ですが、馬鹿にした顔で指さしとどめを刺してくる。毎回知らんしと言われている。はあ？どこそれ？知らんし。だからやる気ないんだな。三流大卒の俺のことを毎日馬鹿にし続け、企画開発フロアのお荷物とも罵られていた。定時の10分前、今日は誕生日で恋人の優と食事の約束をしている。何としてでも帰らなければと必死で仕事を片付けた。優とは大学時代に友人として出会い、去年たまたま駅でばったり再会。何度か食事やカラオケに行く仲だったが、優が彼氏と別れたのをきっかけに、急に女として見てしまったのだ。最初は何度も断られていたが、ようやく2ヶ月前に交際スタートしたばかりなのだ。今日は本当にいいところを見せたいので、苦手な部長にも自分から突撃した。書類見せてみろ。戸塚部長に印をもらう前まで完璧に書類は作成してある。印をもらって経理に回せば、今日のノルマは達成なのだ。ここに印をお願いします。順調に印をもらえた。経理に速攻持って行き、そそくさと帰り支度を始めたのだ。出してきました。では今日はお先に失礼いたします。周りには聞こえるぐらいの小声で挨拶をしていた時だった。地獄耳かってぐらい瞬時に部長の表情が激変した。眉がぎゅっとつり上がり、鼻の穴は膨らみ、怒ってるぞオーラ全開で立ち上がったのだった。何言ってんだ福田。もう帰るだと？お前には仕事に対する熱がないんだ。またしても企画開発フロアが凍りつく。怒声がエコーのように響き渡り、全員がまた俺に注目した。あの人、朝も、というひそひそ声もする。いえ、やることはやりましたし、部長のおっしゃられた調達計画もちゃんと期限内に終わります。経理にも提出したので問題はないかと思います。そういうことじゃねえんだよ。もっと仕事をしろと言ってんだ。その場にいたプロジェクトチーム全員が巻き込まれないように伏目がちにそそくさと帰り支度を始めた。それを目の当たりにした部長の怒りの沸点が爆発した。瞬間沸騰湯沸かし器を通り越えてマグマのような荒々しい感じでしかない。バカ野郎！俺の時代はな、上司より先に帰るやつなんてろくなもんじゃなかったんだぞ。お前らぬるすぎんだよ。今、時代は令和だし、と口に出しそうになって慌ててつぐんだ。口は災いのもと、火に油を注ぐだけになるので、俺はぐっと我慢した。怒り狂った部長はそのまま喫煙所に行って席を外した。チャンスだった。みんなで一斉に帰ることにしたのだ。運悪くすぐ部長は戻ってきたが、誰かに注意されたのか少ししょげている。もしくは喫煙所に貼ってあるパワハラ撲滅ポスターが効いたのかもしれないとも考えた。なんだ、全員帰るのか？福田といいお前らといい。声のトーンが明らかにボリュームダウンしている。まるで別人のようだ。終わってたら帰りますよ、部長。オフィスで唯一の新入社員の女の子が可愛げに意見してみる。ナイスフォローをありがとうと心の中で俺は感謝してエレベーターホールへ向かった。ザ・昭和親父は若い女子にはめっぽう弱いのか。なるほど、取説に加えよう。俺は同僚にこそこそと聞こえないように耳打ちした。同僚は笑うのをこらえている。お前も福田の肩を持つのか？
はあ、嫌だ嫌だ。ゆとりってやつは嫌になっちゃう。新入社員の女の子のキャピキャピ笑い声がする。ご機嫌取りは完璧のようだ。ユウとのデートにも間に合い、最高の誕生日を過ごせた。銀行プロジェクトがうまく進んだら、有給取って旅行に行こうと約束した。ユウは花屋を経営する会社で経理の事務アシスタントをしている。俺と基本的に休みが合わないのが苦しいところだ。大輔の会社は土日休みだもんな。いいな、連休。土日って言っても休出するし試験もあるし大変なんだぞ。ユウがむっと膨れる。こういうところが昔から変わらないし、可愛いと思うところだ。母の日と父の日は避けてよ。その日は絶対無理だから。ああ、そうか。そのあたりは忙しいもんな。オーケー。ユウとのやりとりはほっとする。部長とのやりとりは心が折れそうになりしんどい。こんな穏やかな時間が続けばいいのになと、俺は切に願っていた。が、残念ながら朝はやってくる。出勤が憂鬱なのは部長が戸塚に変わってから毎日だ。以前はそんなこともなく、当たり前に会社に行き、仲間と楽しくプログラミングしていた。福田、やる気出せ。こんな企画書雑なんだよ。何回もプレゼン資料を作り直しを命じられしんどくなった。プロジェクトチーム全員で作っているのに、俺だけ名指しでやり直しさせられる。これがほぼ毎日で、計画通り物事も進まなくなって、どんどん俺は慌ただしい日々になってしまった。プロジェクトチームの社員は部長にこびることもなく、中心にいつも俺がいて、周りから信頼されているのが面白くないんだと分かっていた。部長の肩を持つ社員がいないことが気に入らないのだ。5月なのに夏のような日差しのお昼休み、プロジェクトチームのメンバー5人と久しぶりに息抜きで外でランチしようということで外出していた。新入社員の女子おすすめの人気カレー店でお腹いっぱい食べて戻ってきた時だった。キーマカレー美味しかったな。次はバターチキンもいいな。同僚も気に入ったようでキーマカレーにはまりそうと言っていた。俺は上機嫌でアジャイルソフトウェア開発のチェックにすぐに取り掛かった。この準備段階がクリアすればもうテスト運営でうまくいくという段取りまで来ていた。しかし異常事態を知らせるポップが出ているではないか。プロトコルといういわゆるパソコンの住所をたどる。俺はすぐに取引先銀行の IoT システムがダウンしていることに気づいた。プログラムファイルがうまく立ち上がらない。誤作動が続いている。IT を使って差別化を行うデジタルシステムがバグを起こしているのが原因だった。誰かが攻撃している。俺は恐怖で青ざめた。たった1時間で乗っ取りまでできるランサムウェアがあっただろうか。焦れば焦るほど手が震えた。そんなバカな。午前中のイデレーションは問題なかったのに。俺のその一言でプロジェクトチーム全員がパニックになってしまっていた。俺は冷静になろうと深呼吸して一度モニターの前にプロジェクトチーム全員を集めた。もちろん部長もやってきた。なんだそのイデレなんとかってやつは。福田、わかるように説明しろ。作業期間の単位のことで開発するシステムを小さな機能に分割していました。他に福田以外に携わってたやつは。全員が首を横に振る。口座の管理システムは俺がメインでやっていて、他の人は顧客管理や支店の情報管理など作業を分担していたのだ。じゃあ福田が銀行の口座から金を抜き取る作業をしてても誰もわからないってことか？急に横領疑惑が向けられ、俺は混乱して唇が震えた。うまく言葉が出てこなくなったのだ。部長、そんな作業していないです。口座管理システムではありますが、そんなことを絶対していません。でも、
そのシステムはほぼ完成してテスト運用前なんだろう？やろうとしたらできるってことだろう。そう説明してもおかしい点はないだろう。部長の足が俺に向かい、一歩一歩とゆっくり近づいてきた。今にも殴りかかりそうな部長をその場に立ち会ってくれていた保全部門の係長が制した。保全部門に入ってもらいますので、戸塚さんは一旦落ち着いてください。福田くんも協力してくれるかな？鬼の部長、仏の係長。俺はどちらの顔も見ることはできなかった。ただあとは保全サポートチームが一台一台隅々までパソコンを調べて調査に入った。当然、取引先の銀行にも出向くことになり、最終的にはマスコミにも知れ渡る結果になるのだ。調査の結果が出るまで1週間、俺の心境は常に針のむしろだった。誰かに操作されたことが原因との報告書を戸塚部長は受け取ってすぐに俺が犯人と決めつけた。福田は金に困ってやったんだろう？三流大卒でペーペーなお前がまともな給料もらってるわけないもんな。女に貢いだのか？そうだろ？絶対そうだろう。そんなことしません。絶対に違います。犯罪ですよ、横領は。そんなことできません。部長は聞く耳を持っていないので、俺が何と言おうともずっと犯人扱いしてくるのだ。もう精神的におかしくなりそうだ。嘘の自白をする気持ちがなんとなくわかった。お前は何遍も俺に盾ついて困らせて楽しいか？そんな奴はこの会社を辞めちまえ。信用ないんだよ。泥棒と一緒に仕事したかねえんだよ。明日から来るんじゃねえ。お金に困ってないですし、絶対やってません。部長は鼻で笑って首切りの真似動作をした。IC レコーダーで全部録音できた。だって俺は何もやってないんだから、調べれば絶対わかること。大丈夫。俺、大丈夫。呪文のように大丈夫を繰り返して会社の外観を見つめた。何を言っても聞き入れてもらえないので、俺は仕方なく会社を去ることに決めた。ある称賛を胸にしまったまま。解雇を不当と思っている俺は、翌日に労働基準監督署に出向いていた。首騒動の部長とのやりとりの音声データとともに、勝つ気満々だった。労基署に着くと、すぐに会社からの電話の着信があった。まさか、監視されてる？まさかの相手からだった。昨日あれだけ泥棒と罵倒した部長だった。すまん、福田。申し訳なかった。あれからさらにシステムエラーが続いていて、銀行からお怒りの連絡がものすごいクレームになってて、助けてほしいんだ。すまん。どうやら俺がいなくなってから取引先のシステムトラブルが発生したが、社内の人では誰も直せない。しかもプロジェクトチームは俺にしか直せないことを全員知っていた。だから昨日、俺が去っても止めなかったのは、こうなることを予測していたのだった。そして犯人だろう人物は、俺は大体予想はついている。部長はトラブル中、ちょうどお得意の足で稼ぐって戦略で、いつもの取引先銀行で商談していた。スマホにも疎くてニュースチェックなどすることもないのだ。商談から戻った後のオフィス内のパニックはすごいことになっていて、部長は電話応対でどう説明していいかもわからず、ただただうろたえていたようだ。その後の夜のニュースでもサイバー攻撃かと速報で流されていたのだ。俺はその夜は久々のお酒で酔いつぶれてぐっすり寝ていたのだ。ニュースは労基署着いてから待ち時間でチェックしようと思っていたので、会社の不祥事のニュースを見たのは部長からの電話の後だった。部長が謝ろうと戻りませんので失礼します。そう言って電話を切ると心の中がざわざわした。プロジェクトメンバーの顔が浮かんできたのだ。みんな苦しそうな顔をしている。困ってるよな、みんな。みんなは悪くないからな。どうしよう。
駅に引き返し、会社の様子を見に行ってみることにした。着いてすぐ、会社のロビーのベンチでうなだれる部長を見つけた。トラブルが起きて大変なんだ。すまん、福田。戻ってきてくれ。どういったトラブルでしょうか？サイバー攻撃か知らんが、システムがダウンした。俺じゃどうにもならない。福田の力が必要なんだ。すまなかった。福田、戻ってくれんか？しょんぼりした部長が哀れに見えてきた。一旦深呼吸をしてから、プロジェクトチーム全員の顔を思い浮かべた。わかりました。戻ります。トラブルのバグはすぐに保全サポートチームが見つけていた。俺はそれをもとにプログラミングをし直し、システムの強化策を取り込んだ。なんとなく頭で描いていたので、トラブルの修繕は意外にもあっさり終わった。素人レベルの仕業ではないね。すごいウイルスを送り込んできたもんだ。俺はプロジェクトチーム全員に説明して、そう結論をつけた。なんとかなったと、プロジェクトチームと保全サポートチームは安堵した。その後、最終報告の取引先の重役会議に呼ばれた。部長と俺は取引先銀行に出向いて謝罪した。大問題になってしまっているため、社長や重役たちの前で一連の問題になったことや解決策について報告し、二度と起こさないと謝罪した。あちこちに頭を下げまくり、改善提案を寝ずに作成して本社にも提出し、もう一ランク上の安全管理を求められたので、その案も考えて、と、怒涛の3日間だった。帰り道、部長と駅に向かう道中で、俺はこのトラブルを乗り切ったことで自信がつき、過去の話をしてみようと思った。戸塚部長、今少しお話いいですか？たった3日でかなりやつれた部長を諭すように話しかけた。福田、すまない。本当に申し訳ないことをした。許してくれ。俺は部長と駅のホームのベンチに並んで腰を下ろす。すると部長は俺にある疑問を投げかけた。福田、俺はもともとお前のことを無能な奴だって思い込んでいた。三流大卒の底辺だと。教えてくれないか？お前は本当はすごい奴なんじゃないか？すごい奴か。俺はそう言われて過去のことを思い出す。もともと天才プログラマーとして活躍していて優秀だと言われていた頃の話だ。小学生の頃、授業でパソコンを触ったことをきっかけにみるみるプログラミングにのめり込んだ。将来は世界で活躍できるようなプログラマーを目指して高校の勉強そっちのけでプログラミングのスクールにしか行かなくなった。ほとんど赤点。補習や再テストなんかしょっちゅうの高校生でした。だから好きな分野で入れる三流大学を選んだのだ。IT 留学もさせてもらった。ちょうど運悪く感染症が流行して予定よりも早く帰国しなければならなくなった。留学期間が短くて帰国子女扱いにならなかったので、一流大学に入り直すことを断念したのだ。本当はアメリカで AI を学びたかったんです。勤め始めて最初の頃は大学名でクライアントに差別されたりもした。それでもハンデを乗り越えるため、ただひたすらにプログラミング技術を磨いてきた。取れる資格はすべて取る。だから勉強時間を確保するため、仕事は効率よくやって時間を作っていたんですよ。熱意がないように見えたことは申し訳なく思っています。その結果が今にあり、クライアントからも仲間からも信頼される存在になったのだ。部長は静かに時々うなずきながら俺の話を聞いてくれた。プロジェクトはチームなんです。一人でも欠けたら成り立たないんです。部長は周りをちゃんと見ていなかった。外回りも大事ですけど、もっと部下のことを信用して、それぞれが能力を発揮できるやり方を尊重すべきなんですよ。部長は
その通りだと言わんばかりに大きくうなずき、ため息とともにうなだれた。俺はきっと部長も後悔しているんだろうと感じた。部長の肩を叩き、会社の方角を指さして一言だけ言った。会社に戻りますよ、部長。会社に来るな発言はもうなしでいいですね。ああ、本当にひどいことをした。福田は見えない苦労をしていたのか？すまなかった。本当に俺はバカだった。会社に戻ると、俺の席に、おかえり、またこれからも頑張ろうというメモがあった。きっと先輩だな。株主総会初日、社長から衝撃の発言を耳にした。この度の不祥事で、本日付でシステム企画開発部の部長、戸塚海を懲戒免職処分としたことを報告いたします。俺はその日、受付に駆り出されていて、まさかの発言を聞くことになった。システムトラブル解決に2週間かかり、ただひたすら取引先銀行の信用回復に努めていたから、部長のことは全く気にも留めていなかったのだ。確かに、あの公園で話をした以降、姿を見かけていないのだ。新聞見せてもらってもいい？ごめん、忙しすぎて見てないんだ。ロビーにいた女子社員から新聞を借りた。横領するために業者に委託？マジかよ。あの日の罵倒は部長のしていることではないかと気づいてはいた。部長の言ったことに違和感を覚えたからだ。どう考えても盗み見る程度じゃわからないことであり、専門知識もいる。それなのになぜあの発言が出たんだろうと心に引っかかっていた。でもそのシステムはほぼ完成してテスト運用前なんだろう？やろうとしたらできるってことだろう。そう説明してもおかしい点はないだろう？なぜテスト運用前と知っていたのかが引っかかった。遠隔操作で俺のパソコンを乗っ取らない限り無理だ。部長ができるはずがない。プログラミングもできない人間が見れるはずがないからだ。俺はそんな報告も一切していない。金を抜き取るシステムなんか依頼するなよな。疲れた。その後、戸塚部長は罰金刑になり、職もなく実家で引きこもっているという噂が流れた。俺はこのトラブルを教訓として、セキュリティ強化のシステム構築を任された。プロジェクトチームの社員もそれぞれ適材適所に巣立ち、新たな開発部を立ち上げることになった。俺はセキュリティ開発部の部長に昇進した。なりたくてなったポジションである。社員それぞれが能力を発揮できるよう、個々の技術向上や積極的なコミュニケーションに努めている。時間を上手に確保しての IT 関連の資格取得の奨励も忘れていないし、質問にも積極的に答えている。部下たちが生き生きと働ける環境は、それぞれが能力を発揮できるやり方を尊重しながら、これからも後進の育成に邁進していくものだと思っているんだ。自分のやり方だけを押し付けても部下は伸びていかないって、今ならあの日のザ・昭和部長の戸塚さんに教えてやりたいもんだよ。そろそろプレゼン始めようか。俺はこの職場が大好きなんだ。明日、ユウにプロポーズする。大好きな人生を共に生きたくて。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。